人からは、いや、ちょっとこれ無理じゃないぐらいに言われる程度が一番楽しいところ。小惑星っていうものが100万個見つかっているけど、17個しか探査できていないっていう状況で、フライバイサイクラー軌道を使って、複数の小惑星を、複数の宇宙機で探索しまくる。10機構成であれば、1年で10個の小惑星が探査できると。例えば2年間、飛ばすことができるとしたら、20個ということで、今人類は17個しか見てないわけですけど、それをもう超えると。小惑星たくさん見つかってきて、これから小惑星が地球に衝突するかもしれないっていう、そういうリスクもどんどん顕在化してきます。でそういったことがもうほぼ間違いなく起こるので、それに向けた布石でもある。今回のゲストは尾崎直也さんです。現在 JAXA 宇宙科学研究所の准教授であり、これまでにはやぶさ2と一緒に打ち上げられた世界初の超小型宇宙探査機プロキオンの開発や JAXA のマルチフライバイ小惑星探査機デスティニープラスの軌道設計をされた方です。それでは早速どうぞ。宇宙ミッションデザイナーっていうふうに肩書きをお持ちだと思うんですけれども、最近、宇宙業界もどんどん、ここ数年10年かけて、民間もどんどん増えてきて、宇宙のミッションが増えてきてると思うんですけど、その宇宙ミッションデザインっていうのはどういうものかちょっと教えていただいてもいいですか？はい。宇宙ミッションデザインっていうのは、宇宙で、何かしら、衛星を打ち上げたり、探査機を打ち上げたり、何かしら宇宙を使ってするときに、大体の場合は何かミッションを掲げてやるんですよね。で、そのミッションを掲げてやるわけなんですけど、それを、じゃあ、どういうふうに実現するだろうかという、そういう検討をするのを、幅広く宇宙ミッションデザインっていうふうに言います。で例えばで言うと、ある科学観測をしたいというふうなニーズがあった場合、小惑星探査したいというニーズがあった場合、ある科学者の方が小惑星をじゃあ、こういう感じで観測したいですっていう話を持ってきてくれるんですね。で、その持ってきてくれたときに、じゃあそれが今現実的な、仕立てでできるのかどうか、どういうふうなロケットを使って、どういうのぐらいの規模の探査機を使って、で、こういうふうに軌道を飛ばせば、この小惑星を、要求する精度で観測できるんじゃないかっていう、そういう検討、そういう検討をするのがこの宇宙ミッションデザインでして、その中でもやっぱり重要な位置を占めているのが、ダイナミクスというか、宇宙の軌道、探査機が通る道の軌道が、どういうロケットを使うか、どのぐらいのサイズの探査機で、ミッションができるかっていうところに重要な、ファクターだということがあり、そういった軌道というものをうまく使いながら、軌道設計をしながら、宇宙ミッションをデザインしていくというのが、僕が今やっていることになります。はい、なるほど。なので、打ち上げも含め、そこから、実際に軌道を設計して、例えば小惑星であれば、小惑星の近くまで行って、その欲しい精度で近づいて、もしくは観測できるかどうかっていうまで、そこまで全部含めた、すごい、まず大枠を設計するところから始まるっていう感じですか？はい、まさにそうですね。まず、一番最初、何したいですかっていう話をした時の第一ステップの、検討っていうような、そういう位置づけですね。なるほど。その中にやっぱり軌道設計っていう部分が、最も重要なファクターを占めてきてて、で、どういう推進機を使ってだったり、どれぐらいの大きさだったりっていうので、でも、その、軌道設計の中には多分、ものすごくいろいろ種類があると思うんですけど、特に尾崎さんが得意とされていらっしゃるのはどういう軌道の設計なんでしょうか？そうですね。軌道設計というのは、平たく言うと、宇宙探査機が通る道の設計になるわけなんですが、例えば地球の周りにたくさん衛星が飛んでいると思いますが、地球の周りを回っている衛星というのは基本的には地球の重力、しかもかなり詳細な重力を考慮することがあるんですが、地球の重力や大気の影響、そういった影響を含めた上での軌道設計になります。で、それと比較して僕が特に一番、
得意な領域としては、その地球の重力よりももう少し離れた遠いところを目指すような、例えば月、あるいは月よりもっと遠いところに探査機を飛ばす場合に、どう効率的に探査機を飛ばすと、その、小惑星なり月なりに行けるかどうかっていう、そういう、検討をする、その軌道設計が僕は一番得意なところですね。なるほど。はい。一番なんかワクワクするところですね。そうですね。はい。このミッションデザイナーの挑戦ということで、JAXA 宇宙科学研究所の中でもインタビュー受けられてて、それをちょっと読ませていただいたんですけど、その中でちょっと印象に残ったのが、トラブルが起こっても立ち直ってミッションを継続することが重要。ここの考え方について教えていただいてもいいですか？はい。そうですね。えっと、宇宙でこう探査機を飛ばす場合なんですけど、宇宙機のこの軌道っていうのは、結構、すごいと思うんですけど、ケプラーとかニュートンとか、あの時代に作られた方程式がかなりピタッと当てはまる世界なんですね。で、そういった、ケプラーやニュートンが作った運動方程式がピタッと当てはまる世界の中で、探査機をその軌道のせいで制御していくんですけど、一番不確定要因になるのが、そのロケット推進、例えば電気で動くロケットのようなものを使って制御するんですけど、その電気で動くロケットが、誤動作する、止まってしまうとか、そういう、不具合が起きる可能性があるっていう、そういう不確定性が、かなり、一番、その軌道設計をする一番大きな不確定性でして、で、例えば火星に行こうとしたときに、火星に行こうとしたら、地上だったら、対象物は静止してるんですよね。うん。基本的には対象物は静止してるので、なので、右行くつもりだったけど、行き過ぎちゃった。じゃあ左行こう。で、ちょっと信号赤になったからちょっと止まろう。急に、おばあちゃんが、横断歩道渡ってるから、ちょっと、まだ、ここは止まろうとか、そういう感じで、何か予想しないことが起きたら、その場で待って、行けばいい。なぜなら、目標とする地点が移動しないので。うん、想像してもらいたいんですよ。この目標とする地点が移動していっちゃうんですよね。宇宙の場合。宇宙の場合は。はい。そのケプラーだったり、はい、ニュートンの方の法則に従って、相手も常に移動してる。はい、そうです。なので、その横断歩道で止まって、おばあちゃんがこう、通るときに、おばあちゃん、ちょっと今、早く行ってっていうふうに言わないと、もう間に合わなくなっちゃうっていう、そういうことが、宇宙の場合起きちゃうんですよね。なるほど。なので、あらかじめ、もしかしたらそういうことが起こるかもしれないっていうことを織り込み済みで、軌道を設計しておいて、途中で何かあったとしても、その移動する目標地点にちゃんと到達できるよねっていうのを考慮して設計する必要があります。なるほど。具体的なお話をちょっとお伺いをしようと思ってたんですけど、まさに、だから、その、電気推進だったり推進機っていうものが、一部壊れる可能性があって、そうすると、目標地点に到達するまでの、時間だったり、いろんな制約によって、ここに到達するだけの条件が満たせなくなってしまうようなイメージ。はい。で、なるほど。それが、おばあちゃんを待ってると、はい。もう行きたくて仕方がない状態で待ってるような感じで。はい。まさにそうですね。過去に、例えばそういうトラブルを経験されたことってありますか？そうですね。まさに私が大学院時代にやっていたプロキオンという探査機がありまして、そのプロキオンという探査機は、大学生たちが基本的にはハンドメイドで自分たちで作り上げたような探査機なので、もうトラブルは起こりまくりでして、で、最終的にはいろんな実験ができたので、そういうのを実験ができたということでは大成功なんですが、ただ、やっぱり、予定していた軌道に乗せることまではできなくて、途中で電気推進は、壊れてしまってっていう、そういったことが起きました。
なんで、そういった経験を踏まえて、やっぱり軌道のその不確定性を考慮するっていうことは、改めてすごく大切だなというのを実感したという。なるほど。はい。プロキオンは小型衛星、キューブサットの、深宇宙探査機っていうことですかね。キューブサットというくくりよりももう少し大きな探査機になります。はい。キューブサットというと、だいたい10センチ立方のこれの組み合わせで、だいたい最大でも10個ぐらいのその組み合わせが、そのサイズだと思うんですが、プロキオンの場合は、一辺が50センチぐらいの立方体の、こういう小型冷蔵庫ぐらいの、50キロ、60キロぐらいの探査機ですね。なるほど。はい。それで、深宇宙に向かう。そうですね。はい。じゃあちょっとその宇宙ミッションデザインに関して、インタビュー受けられている中で、そのモットーとして、お話しされていたのが、不可能なことを可能にする。僕すごく、感銘を受けたというか、ネルソン・マンデラも、誰かがそれを達成するまでは不可能だと思われるものだ、みたいなことを言ってて、それも宇宙ミッションデザインに通ずるところがあるのかってちょっと思ったんですけど、実際にそういう宇宙ミッションデザインにおいて、これは難しいだろう、これは不可能だと思われているようなことってあったりしますか？そうですね。宇宙ミッションデザイン単独で切り取ると、あくまで、なんというか、できる技術の、をいかに組み合わせるかという話になるんですね。だけど、できる技術の組み合わせをする上で、いろんなセンスが必要になるっていうのが、宇宙ミッションデザインの楽しさというか、難しさというか、面白さではあるかなとは思っていますね。で、なのでそういう意味で言うと、宇宙ミッションデザインという活動において、不可能を可能にするという、話をすると、少し、難しいところもあるんですけど、やっぱり、僕自身はその宇宙ミッションデザインをやる人間として活動もしてきてますし、同時に、いろんな探査機のシステムを作るようなこともやってきていて、で、その上でその探査機を作り上げる、探査機のシステムを作る、ハードウェア開発からソフトウェア開発からいろんなことをすることにおいては、やっぱりまだまだできないことは山積みで、で、その山積みのできないことをいかに乗り越えていくかっていうのは本当にワクワクすることですし、特に、人から、それできそうだねって言われると面白くないですよね。これ結構、矛盾するところで、人からは、いや、ちょっとこれ無理じゃないぐらいに言われる程度が一番楽しいところかなと。なるほど。初めの反発が、あって、アイデアを話したときに、その人の頭の中では実行可能性の道が見えてない。けれども、それを一つ一つ見ていくと、もしかするとその道が見えるかもしれない。まさに。はい。まさにそうですね。なるほど。いや、そういう道の進み方というか、やっぱり何かを成し遂げるっていうと、往々にして人からの反発ではないにしても、大丈夫かそれみたいな、いけるんかなみたいなのがあると思うので、今まででそういう尾崎さんが関わってこられた、もしくは、やってこられた研究の中で、やっぱそういう反応を受けるものはあったりしましたか？そうですね。それこそそのプロキオンっていう探査機もかなり、そんなん無理でしょうみたいな反応ではありましたね。はい。今でこそ当然そういうのはできるでしょうという、認識が持たれてると思うんですけど、まだ、ああいう小さなサイズの探査機で、自分で動かせる、探査機自身が動かせる、電気で動くロケットのようなものを持ったものもなかったし、
もちろんその地球より遠いところで通信するっていうことも、まあ、できなかったし、一通り JAXA がやっているようなことを、大学でやるってちょっと無理じゃないとか、何よりもめっちゃ開発期間短かったんですよね。あ、そうなんですね。はい。うん1年半ぐらい。はい。なんで、まあ、はやぶさ2と一緒に打ち上げたということがあって、もう打ち上げのタイミングが決まっているっていう状態で。で、間に合わなかったら、もうダミーマスに変わるという、そういうような状態で、まあもうこれは、まあ無理じゃないかっていうふうに思われていましたし、僕たちの中でも、あ、これちょっと、やばいかもっていう瞬間はところどころありました。けど、まあなんとか。すごいね。はい、駆け出しの瞬間からもう1年半っていうのが決まってて、そうですね。はい。それに向けてもう大学生たち、大学院生たち、はいあと先生方が。いや、僕もちょっと大学の時にキューブサット開発してたので、1年半っていう、それは打ち上げまで1年半打ちですよね。上げまですね。とすると、衛星をこう、なんていうんですかね、ロケットに引き渡すのをもっと前でって考えると、恐ろしいですね。はい。なるほど。ちょっと、今の話から、もっと、今の尾崎さんの、専門分野というか、具体的なミッションの内容にちょっと入っていきたくて。で、ノートで投稿されているのをちょっと見たんですけれども、コメットインターセプター、惑星を、インターセプトするもの、食い止めるもの、みたいな内容のノート書かれてたんですけども、これちょっとまあ、フライバイ、に関係すると思うんですけども、コメントインターセプターっていうのを何かっていうのを簡単に教えていただいてもいいですか？はい。コメントインターセプターっていうのは、ヨーロッパのイーサが中心となっているミッションではあるんですけど、長周期彗星と言われる、まあ、非常に太陽の周りを回る周期の長い彗星を、探査する。そういう、えっと、ミッションになっています。で、その中で JAXA として、ヨーロッパが開発する探査機の上に乗せる、古希を、まあ、キューブサットなんですけど、そのキューブサットを JAXA が開発して、イーサに提供して打ち上げてもらうという、そういう、ミッションになっています。で、長周期彗星っていうのはですね、結構面白い、天体でして、これまで探査した彗星で、大体短い周期の彗星なんですね。周期って年で言うとどれぐらいなんでしょう？短周期のものと長周期のもの。数百年っていうスケールだったかなと思います。なるほど。はい、それが、まあ、短周期であれ、長周期であれ、両方短周期であればもう1年とかそういうスケールですね。なるほど。はい、長周期と言ってるものは数百年。はい。特に一番狙いたいのはもう全く今まで太陽に接近したことすらないような小惑星水星ですね。うん、はい。で、水星って、まあ、オールトの雲とか、そういうところからこうやってくると言われているわけなんですよ。カイパーベルトとかから来ると言われているわけなんですけど、そういう、まあ、太陽系の本当の端っこにいる天体が、まあ、何かしらのダイナミクスの外来を受けて、太陽にこう接近してくるんですよね。うん、で、接近してきて、今まで太陽に接近してきたことがない彗星っていうのは、いつどこからやってくるかっていうのが全くわからないんですね。で、いつどこから来るかっていうのが全くわからないので、地上の望遠鏡、あるいは宇宙の望遠鏡で、そういう彗星が、今、来そうだっていうのが見えたら、その瞬間に探査機をそこに向けて飛ばすと。そういう、ことを考えてまして。なので、コメットインターセプター、まあ、水星迎撃機っていう名前になってるんですね。なるほど。はい。もう、数百年だと、まあ人間のスケールだとそんな、生きてるうちの1回しかチャンスがないので、まあ、
待ち受けておこうというような考え方。そうですね。はい。はい。なんであえて、オールトの雲だったり、カイパーベルトから来るような、水星だったり小天体ですかね。水星と小惑星を含めた小天体を狙う価値があるんでしょうか。はい。これはやっぱり、本当はそこに向けて探査機を飛ばせるのが一番、いいのかもしれないんですけど、そこに向けて探査機を飛ばそうとなると、もう一体何年かかるんだっていう時間がかかってしまいます。もうなんていうか、それこそ、その探査機を飛ばす、それもまさにミッションデザインで考えることではあるんですけど、今の技術だったらどう考えても100年とかっていうスケールでかかってしまうんですよね。で、その100年かけて、まず探査機が生存できるかっていうのもあるし、100年よりもっとかかるかもしれない。でもはい、そういうスケールで、かつ当然太陽の光がほとんどない状態で探査するっていうのは、そうか、どんどん遠ざかっていかないといけないからってことですね。ほとんど太陽の光がない状態で探査する。そういったことをしなければいけない。で、それするのはものすごい難しいことなわけですけど、向こうから接近してくるような、そういう天体が仮にあるのであれば、行かなくても、いいものが見えるよね、ということで、あえて自分から行くんじゃなくて、向こうから来るのを待って、その来たのを見る。そういうことをしようとして。なるほど。そうすると、その来たものに近づいていくためには、いくつか手法があると思うんですけれども、そのうちの一つがおそらくフライバイ。で、ランデブーとランダーと、あと、近づき方ではないですけど、サンプルリターン。で、やっぱそういう長周期の彗星だったりっていうのは、その中で選ぶとすれば、どれが最も効率的だったりするんでしょう？これはですね、もうほとんどフライバイ一択になってしまいます。一択。はい。はい。ほとんどフライバイ一択ですね。ランデブーという探査方法、つまりランデブーというのは、その彗星なら彗星と並走するような、方式になるんですが、並走しようと思うとそれだけのすごい大減速をしなければいけない。まず近づいていって、その時の軌道、彗星の方の軌道に合わせるために。そうです。はい。で、飛んでくる彗星っていうのは、基本的には太陽に対して放物線軌道っていうんですかね。太陽の重力に少し引き寄せられて、また離れ飛んでいくっていう、そういう軌道になっていて、で、探査機がその彗星と並走しようと思うと、それだけのエネルギーを獲得して飛んでいかなきゃいけないんですね。で、そこがとにかくすごい量の、燃料が必要になるということで、これもやっぱり現実的な、規模感では実現できないかなという。はい。なるほど。なので、フライバイ一択。そうですね。はい。なるほど。そのフライバイの中で、今、どんどん、世界的に話がされてるかどうかちょっと僕はあまり分かってないんですけれども、今まで、一つの小天体に対してフライバイしてたのを、その一つの、一機の宇宙機だけで、いくつか小天体を見て回ろうみたいな話が出てきてる。それがマルチフライバイって呼ばれるもの。はい、そうですね。なるほど。で、そのマルチフライバイを利用したミッション設計もされてる。そうですね。はい。はい。マルチフライバイという話で言うと、過去にも、いろんな探査機、一つボイジャーもある種のマルチフライバイと言っていいかもしれないんですけど、小惑星ではほとんどないですかね。惑星のフライバイで何個か。なるほど。で、だけど小惑星や彗星のマルチフライバイっていう観点で言うと、比較的最近になってようやく複数ミッション出てきたかなという状態でして、オンゴーイング、今、絶賛宇宙を飛んでいるもので言うと NASA のルーシーというミッションがあります。で、この NASA のルーシーというミッションは、
木星の重力にとらわれているトロヤ群という、トロヤ群小惑星というのを、複数回フライバイするという、そういうのを考えているものがあります。で、あとは、これも、私が JAXA でやっていることですが、ディスティニープラスという、今、JAXA が2028年頃に打ち上げをしようとしている、探査機も、これも地球近傍の小惑星を、複数回フライバイしようと。できれば 5個ぐらい目指したいなと思っているところではありますね。で、その他に、過去にも、いろんな軌道設計としては取り組まれているものはあるんですけど、比較的最近出てきた理由の一つとしては、私が思うに小惑星の発見数の変化があるかなと思ってまして。小惑星の発見数。どんどん見つかってきたってことですかね。そうですね。はい。はい。それこそそのはやぶさの初号機をやってるタイミングなんて、1000ではなかったと思うんですけど、1000だったかなもしかしたら。1000か1万個か、それぐらいの数の小惑星しか見つかってなかったらしいんですよね。へー。年何年ぐらい前にはやぶさだから。30年前ぐらい。はい。そうですね。ぐらいで。そうですね。そういう、それぐらいだったらしいんですよ。はい。今もう100万を超えてますので。そうか、桁が全然違って。はい、桁が全然違うんです、それは、すみません、全然ちょっと話がちょっと変わりますけど、それはやっぱ望遠鏡、ハッブルとか、ジェームズ・ウェッブ望遠鏡が出てきてっていうのと、あと地上の望遠鏡の技術が発達して見つかるようになったってことですかね。そうですね。一つは明らかに望遠鏡ですね。特に地上望遠鏡が大きいですね。はい。なるほど。結構ですね、日本のスバル望遠鏡っていう望遠鏡をかなり発見に寄与していて、スバルの望遠鏡であったり、あとは、はい、いろんな宇宙望遠鏡もあるにはありますが、はい、意外と地上望遠鏡が活躍しています。なるほど。やっぱそれによってどんどん発見数が増えてきているので、ってことですね。そうですね。はい。発見される数が増えるにつれて、やっぱ、そこを探査してみたいっていう、要求だったら、行ってみたいっていうのが要求出てくると思うんですけど、今、現状で探査された数ってどれぐらいなんですか？今ですね、何をもって探査っていうかによるんですけど、探査機を、実際に小惑星まで近づけて、少なくとも、接近して観測するっていうことをしたのは、17個ですね。はい。なるほど。100万個今見つかってるけれども、17個。はい、そうですね、たったの。なるほど。それを、やっぱ、今後どんどん探査するっていう方向にやっぱ動いてるんですか？そうですね。はい。はい。そういう動きにしていきたいなと私自身は思っていて、やっぱりまだ統計的に探査できてないんですよね。例えば、小惑星って本当にいろんなバリエーションがあって、基本的にはその太陽系を構成する材料物質が、その小惑星なわけなんですけど、その小惑星の中にはもう金のようなものがむき出しになっている、鉄がむき出しになっているようなものもあるし、あるいは炭素や水を含んでいるものもあるし、あるいはただの石みたいなものもあるしっていう、そういう本当にいろんなパターンがあって、地球上ではそれがぐつぐつ溶けて、一つの丸い星になっているので、地球にはいろんなものがありますけど、小惑星はもうそれがボンボンボンとバラバラに散らばってる感じなんですね。それぞれなんか個性というかのがあるけれども、それが混ざってなくてバラバラに散らばって、はい。で、それれぞれバラバラの小惑星に対しても、まだ例えばその炭素や水をたくさん含んだ小惑星に関しては、まだほとんど探査できてない。3つか程度ぐらいしかまだ探査できてないんですよね。で、そうすると全然本当は、統計的に考えると、小惑星、水を含んだ小惑星の要素って全然違うんじゃないかっていう可能性も大いにあると思っていて、そういう意味では、もっともっと数多く探査することで、いろんな姿が見えてくるんじゃないかなと思っています。なるほど。先ほどデスティニープラスの話もありましたけど、デスティニープラスの軌道設計をされたのは尾崎さん。そうですね、はい。
軌道をちょっと僕も見させていただいたんですけど、すごい綺麗。ありがとうございます。こう、回っていって、月をフライバイそうですね。して、はい。ファエボス。フェートンですね。フェートン、ごめんなさい。はい。フェートンっていうのが第一目標。はい、そうです。で、その後帰ってきて、で、また、追加ミッションで、はい。別の方向にはい。行くかもしれない。おっしゃる通りです。いや、他のインタビューの中でもおっしゃってましたけど、やっぱ、いい軌道は美しい軌道になるんですかね。そうですね。まあ、これもやっぱり、あの、さっきの冒頭のケプラーやニュートンの話に、戻るかもしれないんですけど、効率的な軌道って、基本的には、制御しない、極力制御しない軌道が効率的な軌道なんですね。つまり、僕たちが、軌道を設計するときは、なるべく効率的、まあ、燃料をなるべく使わないような軌道を設計しようとするんですね。じゃないとその探査機のサイズがバカでかくなっちゃうので、なんでなるべくその燃料を使わない効率的な軌道を設計すると。でそうすると、どんどんその、まあ、自然の軌道に近づいていくようになります。でなので、その自然が作る世界にちょっとそのアシストをする形で、ちょっとだけ制御することで、まあ、ああいう軌道が出てくるっていうところで、まあ、ある種その、なんていうんですかね、自然が作る美しさっていうのを感じれてるのかなっていう気がしますね。なるほど。はい。いや、あれ本当に綺麗です。はい、ありがとうございます。さっきのフライバイの話にちょっと戻って、デスティニープラスのミッションがマルチフライバイになるんですかね。はい、そうですね。で、一方で、まあそのマルチフライバイだと、まあ、あくまでっていうとあれですけれども、フライバイなので、見れるのは多分ほんの一瞬なのかな、数分とかなんですか。はい。はい。なので、その、ターゲットの全部を見ることもおそらく難しいでしょうし、まあ、得られる情報量も少ないかもしれない。で一方で、そういうのがある一方で、やっぱりサンプルリターンだったりランダーっていうのは、まあ、一個こう、がっつり、多分すごく大きい宇宙機とかを作って、まあ、はやぶさとか、はやぶさ2もすごい多分、太陽光パネル伸ばすと多分10メートルぐらいありますけれども、まあ、そういうもので、もっと深く一つの対象を見るっていうものがあるので、この、なんですかね。まあ、あくまで今、恣意的に2つを用意してましたけど、この2つがこう、バランスを取ることで、見える宇宙開発ってどういう風になるんでしょうか。そうですね。まさに小惑星っていうものが、100万個見つかっているけど、17個しか、探査できていないっていう状況で、はやぶさのような探査機が探査する結果、かなりディープに、その探査機、小惑星の姿が分かったと。で、この発見を一般化する、小惑星ってこういうもんだという、その、リュウグウはこうだじゃなくて、小惑星ってこうだっていう、いうふうに一般化しようと思うと、リュウグウ以外を見て、統計的に言わないと意味がないと思うんですよね。でその発見の一般化をするために、まあ、ディスティニーのような、マルチフライバーでいろんな天体行ってみる、統計的に見ることで、その発見を一般化できるというふうに思っているので、一般化するために使う。で、あとは、そういう観点もあるし、もう一つは、特に次じゃあどういう天体からサンプルリターンしようという話を、まあ、JAXA でもしてますが、その時に、この天体が特にいいんじゃないかっていう、その事前情報として、まあ、ある種のプリカーサーといいますか、まあ、いろんな天体探査した結果、この天体サンプルリターンするべきだろうみたいな、そういう情報が、分かれば、より、質の高いサンプルリターンができると思うんですよね。なんで、そういう形で、小惑星を例に挙げると、まあ、二つのアプローチを同時並行で進めることで、より、なんですかね。双方的に、良い、まあ、幅も深さも両方とも取ったような探査ができるんじゃないかなと思ってます。そっか。今までは、まあ、
17個を見て、まあその中から、それを見た状態で小惑星ってこういうもんだよねっていうふうな判断をしたけれども、まあ実際100万個あって、まあ、17個だけじゃとても代表的な姿が見えるとは思えない。そうですね。はい。はい。なので統計的にもっとたくさん見てっていうのが必要になってくる。はい。おっしゃる通りですね。なるほど。その中でやっぱ、いろんな小惑星をどんどん見ていくことが重要になると思うんですけど、そこで、今、尾崎さんが研究されている内容、これは、小天体フライバイサイクラーとか、すみません、新宇宙コンステレーションっていうことなんですかね。これは、そのマルチフライバイするものをたくさん一緒にたくさんというか、時期をずらして飛ばそうみたいな考え方になるんですかね。はい、そうですね。はい。これもともと発端としてはディスティニーの軌道設計が、一番の発端にありまして、このディスティニーのミッションが今マルチフライバイを押そうとしているんですけど、これに至るまでの経緯として、いろんな、試行錯誤がありまして、苦難や試行錯誤がありまして、ディスニーって当初はフェートンという小惑星をフライバイする、それだけフライバイするミッションで、進んでいたんですね。なんですが、諸々の世界的な、情勢に従って、どんどん打ち上げが遅れてしまったというのがあります。ディスティニーの打ち上げですね。で本当ははやぶさ2よりも全然早く打ち上げる予定だったんですよね。あ、そうなんですね。はい。はい。でそれがどんどん遅れて、はやぶさ2が帰ってきても、分析ももうほぼだいぶ進んできてるのに、まだ飛んでないっていう状態になってきてしまっていて。で、そうした中で、僕自身そのプロジェクトのメンバーとして、いろいろ思うところがあってですね、はやぶさ2まで大成功した JAXA が、なんで今、その小惑星をフライバイするんだろうっていうのに頭を悩ましたタイミングがありまして。なるほど。フライバイだと本当にちょっとしか見れないし。ちょっとしか見れない。サンプルリターンもしてるのに、すごい時間と労力かけて1個フライバイしに行くだけで、そこにどれくらい価値があるか。はい。はい、そうです。であたり、当然ですけど、科学的にはその天体がすごく価値がある天体だとかっていうのを語れるし、そういうふうに語ってきたわけなんですが、やっぱり、対外的にもそうだと思うし、中の人間としても、本当にそれでいいんだろうかっていうのは常にこう、悶々と考えているところがありまして。で、その中で、なんとかディスティニーの探査機を使って、もっと小惑星フライバイできますというふうに言えれば、先ほどお話したようなストーリーができて、ディスティニーって価値があるミッションじゃん。とか、今でこそやるミッションじゃんって、そういうふうな、ストーリーができるかなという、思惑があり、それでディスティニーの、小惑星フライバイする軌道をなるべく効率的にするような、研究を、ずっとしてたんですね。で、それが先ほど、少し、お話に上がった小惑星、小天体フライバイサイクラー軌道という軌道でして、この軌道自体は、私が発明した軌道というよりは、古くからある軌道なんですけど、それを効率的に探索する方法を、編み出したんですね。で、そうすると、ディスティニーの、探査機で、もう十分燃料をだいぶ使い切った後でも、もうかなりの数の小惑星フライバイできるぞ、ということが分かってきて。で、よし、これでディスティニーはマルチフライバイで売り出せるんじゃないかっていうのが、今、ようやくそういう状況になってきたという感じですね。はい、逆にディスティニープラスの打ち上げが遅れたからこそ、こういう、巡り巡ってそういう発想に至って、今ある宇宙機でもっとフライバイをしてみようっていう軌道につながる。
そうですね。はい。なんか、それこそ運命的ですうまく言いましたね。しかもプラスだしな。なるほど。そういうことなんですね。はい。そこで出てくるのが、その、フライバイサイクラー軌道。ちょっそうなんですと、よ。論文を、まあ僕全然、中身をすべて分かってる。まあ、本当に表面さらっと読んだだけなんですけど、はその効率的に見つける方法、効率的に探査する方法を、まあ、考えたっていうことなんですけど、まあ、論文の中でちょっと書かれたのは、その、大気的な、軌道の最適化、まあ、特にこの複数フライバイにおいて、マルチプルフライバイにおいて、まあ、そういう最適な軌道の作り方は、1個の軌道を最適化する。まあ、地球から、小惑星に行って地球に帰ってくるところを最適化問題として解くっていう、最適化制御問題として解くっていうところと、あとそれをこう何個も何個もやらないといけないので、それをどう選ぶかみたいなところですかね。で、はい。すいません。僕が喋っちゃうなんですけど、それで、一個の軌道を、間違ってたら後でちょっと訂正いただきたいんですけど、その、アース、小天体、アースの、その一つの軌道は、今回ニューラルネットワークだったり、まあ、ディープラーニングを使って、で、もう片方、まあ、気構造のビームサーチを使ってっていう感じで。はい。なるほど。まさに、はい。今、大体お話してくれた通りなんですが、小惑星のマルチフライバイ軌道設計で一番難しいのってその組み合わせの問題なんですよね。なんでその100万個小惑星がありますっていう時に、1個目どの小惑星行きますか？じゃあその100万個のうち1個を選ぼうと思って100万個を全部計算しなきゃいけないと。で、その1個目から今度次分岐するところにもまた約100万個の天体があって、で、さらにその先も100万個あってということで、それじゃあ全数探索ちゃんとして軌道設計しようっていうことを考えるとしたら、100万かける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 っていう、まあすごい数の、問題を解かなきゃいけない。で、最適化、軌道の最適化しようと思って、やっぱりどうしても10秒とか、まあ、めちゃくちゃ頑張っても10秒とか、もっと、それかかる場合はもっともっとかかるんですけど、まあ、そういう長い時間かけて、で、かつ100万、100万、100万だったら、とんでもない計算時間かかっちゃうので、そうですね。なので、それをなるべく効率化したいというのが、モチベーションとしてありました。で、例えば、ルーシーという先ほど、少しお話した NASA の探査機も、ある種フライバイサイクラー軌道を使ってるんですね。で、ただルーシーの場合は、まあ、NASA ミッションらしいというところもあるんですけど、トラグンの中で、トラグン小惑星とまあそういう集まりがある中で、一番面白い50個を選んで。トライアグン小惑星自体は何個くらいあるんですか？多分万以上あるんじゃないかなと思います。その中から50個に絞る。50個に絞って、で、その50個に行ける軌道を頑張っても全数探索すると。なるほど。はい。もう行きたいとこありきで、こう、設計すると。でそうするとデルタ V ってまあ軌道制御の、まあ、燃料消費量のみたいなまあ量があるわけですが、そのデルタ V はまあ1キロとか2キロとかそういうオーダーになります。で、そうすると探査機のサイズはまあもうトンみたいなサイズの探査機になってしまうと。っていう、そういうふうな、規模感になるわけなんですが、もし仮にこれがもっと総当たりして、もっと効率の良い、軌道を見つけることができると、このデルタ V っていう量を、まあ、1キロとか2キロ、まあ、1000、2000メートル毎秒というデルタ V を10分の1、100分の1にできるできるんじゃないかと思ったんですね。で、まあ実際にその研究で示した方法も、その軌道最適化部分をニューラルネットワークで置き換えることで、普通であれば10秒かかるものをマイクロ秒とかっていう、もうすごい爆速で計算して予想することで、1000倍とかってことですね。はい、全数探索をすることを実現していて、で、
その全数探索、厳密には全数探索に近い探索ですね。をすることに成功していて、その結果、非常に燃料の少ない軌道が見つかっているという状態ですね。なるほど。なるほど。だから、計算手法、探索手法さえあれば、もともとそういう軌道が存在してはいるけれども、僕たちは見つけてられなかった。はい。なるほど。はい。その、今のちょっと中でもうちょっと深掘りをしていただきたいんですけど、全数探索するんじゃなくて、一部をニューラルネットワークで置き換えるっていうふうにおっしゃったんですけど、それは、軌道をニューラルネットワークに学習させるっていうことになるんですか？軌道そのものを学習させるというよりは、軌道設計した結果、どれだけ、燃料かかりますかとか、どれぐらい時間がかかりますかっていう、そういう情報をニューラルネットワークに学習させるという感じですね。なるほど。アウトプットとしてその情報が出てくる。はい。なるほど。それを探索するんじゃなくても、ニューラルネットで置き換えてしまってるからすぐに出てくる。はい。なるほど。その部分が最もやっぱ効率を上げたもの、部分そうですね。はい。はい。そうすると、その、マルチフライバイ、フライバイサイクラー軌道を使って、複数の小惑星を、複数の宇宙機で探索しまくると、どれぐらいの数の探査をどれぐらいの期間でできるようになるんですか？そうですね。これは軌道の特徴でもあるんですが、最低でも1年に1個、1探査機あたり1年に1個っていう頻度での小惑星探査になります。頑張れば半年に1個も存在はするんですけど、1年に1個であれば大体の、広範囲探査できるので、1年に1個。で、それがなので10個あれば、10機構成であれば、1年で10個の小惑星が探査できるという、そういう、感覚になりますね。なので、10機を例えば2年間、飛ばすことができるとしたら、20個ということで、今人類は17個しか見てないわけですけど、それをもう超えるという。2年間で超えることができる。はい。画期的ですね。それを実際に今、社会実装して、もしくは宇宙機を作ってっていうところも今、やられてるんですか？そうですね。はい。もともと、どうやってこれ実現しようかなというのは結構前から考えていて、JAXA の中でのプロジェクトとしてできないかなとか、いろんなことを考えている中で、たまたま、ふと思い立って、S ブースターという宇宙ビジネスコンテストに、出したところ、対象いただきまして。対象されておめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい。そういったこともありまして、少し民間でやるという路線も模索しようとしております。民間の力を使って、必要なのは小さな探査機なんですよね。これが500キロの探査機作ります。とかであると、ちょっと民間でお金集めて500キロのはやぶさのような探査機作るのはちょっとしんどいんじゃないかなと思うんですけど、小さな探査機で良いので、頑張れば30キロぐらいで、30キロぐらいの探査機で十分実現できるようなものなんですよね。それぐらいであれば、1機あたり10億円未満ぐらいで、打ち上げ込みでできるかなというところを考えると民間でも手が届くレベルになってくるんじゃないかなというところで、民間の力でそういったことができないかなというのをちょっと模索しようとしているところですね。なるほど。はい。実際に今、じゃあ軌道設計だったり、ミッション全体設計をされて、衛星を、宇宙機を作り始めようとされているところなんですか？それとももっと前の検討段階にいるような感じなんですか？そうですね。今、もっと前の検討段階ではありますね。はい。はい。実はその S ブースターのと株式会社を立ち上げておりまして、布石という会社でやろうとしているので、ちょっとまた、ぜひ、いろいろ宣伝させていただければと思うんですが、はい。会社としてスタートしていく、そのスタートラインに立ったかなという状態でして、
必要な技術開発であったり、人集めであったり、そういったことをしつつ、いざ開発する、土壌を作ろうとしているという状態ですね。なるほど。はい、布石。まさに、あれですかね。いろんな、すいません。太陽系のいろんなところに散らばっている小惑星の布石としてこう、回っていくようなイメージ。まさに、なんですかね。すいません、ね、当てちゃいました。はい。はい。布石っていろんなあれがあるんですけど、布石を打つっていうのは未来への投資ですよね。なるほど。で、小惑星たくさん見つかってきて、これから、小惑星が地球に衝突するかもしれないっていう、そういうリスクもどんどん顕在化してきます。でそういったことがもうほぼ間違いなく起こるので、それに向けた布石でもあるし、あるいは小惑星がたくさん見つかってくると、科学的には、どんどん、宇宙を漂うただの石ころになってしまうかもしれないけれども、利用の観点で言うと、水を含んだ石ころなのであれば、その水を抽出して使えるんじゃないかと。そういった資源探査という、観点での使われ方もすると思いますし、そういう世界に向けた布石でもある。そういう意味での布石ですね。はい。ありがとうございます。今後この、布石だったり、大崎先生がやられている研究がどんどん実っていくのを楽しみに見させていただきたいと思います。今日はちょっとお時間があれですけど、ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。